より美しく、楽に、シンプルに。水泳はアートであると彼は言う。そんな彼が伝える世界観と概念、ぜひご堪能ください。こんにちは。川崎です。突然画角が変わって驚いた方いると思うんですけれども、私なりに、いろいろ考えて、ちゃんとね、ご挨拶はこういう形でさせていただいた方がいいと思いましたので、ちょっとやり方の方を変えていきたいと思います。で、今日はですね、動画を止めながら、私が解説しながら、進めていければと思いますし、なんか、オンラインでレッスンしてるみたいな、感じで捉えていただくといいと思うので、ちょっといつもと違った形ですので、ぜひね、最後まで見ていただければと思っています。ということで今日はですね、クロールの姿勢についてちょっとお話しさせていただこうと思っているんですけど、なかなかうまく、姿勢っていうよりは伸びる時の姿勢ですかね。なんか納得いかないなとか、腰が下がっちゃうなとか、肩のなんかせっかく伸びてんのに伸びやかじゃないなって悩んでる方いると思いますし、なんかそれをそのままにね、悩まれている間になんか肩に負担がかかっちゃったりとか、なかなか長く泳げないなっていう時間を過ごされるよりは、ちょっと今日お伝えすることをやっていただくことで、ちょっと変わるのかなと僕なりには思っているので、やっていただければなとは思います。私も10万時間ぐらいレッスンさせていただいているので、安心して聞いていただければと思いますし、今日のことを使って、この間いただいたお声だと50しか泳げなかったのに200泳げましたとか、全然楽さが違いましたっていう、お声もいただいたので、そういうところも含めてちょっと今日の動画見ていただければなと思っています。ということで、画角をちょっと変えさせていただきます。どうぞ。はい、それではですね、今日からですね、ちょっとやり方を変えて皆さんと一緒に、ちょっと動画を止めたりだったりとか細かいところを解説したいなと思っていますので、こういう形を取らせていただきます。皆さん一緒にね、動画でレッスンしていきましょう。今日は姿勢ということなので、キャッチだったり、足のキックの仕方だったり、なんかそういうとこ気になるかもしれないですし、後ろに映ってる水中家庭教師のルイさんも気になったりすると思うんですけど、私のね、ちょっと姿勢、伸びた時の姿勢についてちょっと今日お話しさせていただければと思うので、ちょっと動画を見ながら、伸びた時の姿勢どうなってるのかなっていうのを確認していただければと思います。前提として僕はこの泳ぎはローリングをしながら泳いでいるので、そういった方にね、ちょっとローリングしやすくなったりとか、あとは肩の負担が減って泳ぎやすくなったりとか、なかなか長く泳げないなっていう方にはちょっと良いかなと思いますので、お話しします。ということでね、僕がちょっと感じているのは、皆さんがその手を伸ばす時の設定している位置についてちょっと今日は話をさせていただきたいんですけど、結論から言うともうちょっと手を下げてあげる方が良いかなと思っています。この動画を見ていてわかると思うんですけど、伸ばす位置っていうのは水面で決めるっていうよりは、はい、止めます。体の最下部、今ポイント当てました。手から腰までの最下部がなるべくまっすぐであるっていうのが僕が大事にしていることですので、反対の手も見てみますよ。この伸びた時に体の一番下がまっすぐであるっていうことが水の流れがなるべく良い状態になると僕は思っているので、ここの姿勢ちょっと今日はフォーカスしてみてください。で、手の位置をちょっと下げることで何が起こるかっていうと、自分のローリングで肩が下がっていますよね。その先に手が位置しているっていうのが結構ポイントかなと思います。そうすることで肩の負担がかからずに、なおかつ姿勢も良くなるので良いのかなと思うので、さっきもお伝えした通り、体の下、一番下、自分が泳いでるとこの最下部ですよね。最下部がまっすぐ、横から見たときまっすぐですかっていうのが結構ポイントです。それによって手の
伸ばす位置っていうのを決めてあげると良いかなと思います。よく水面とかで、水面に対して手を伸ばすとかって考える方って結構多くいらっしゃるんですけど、それよりも自分の体の一番下の部分に手を伸ばしてあげる。表面の抵抗とか見えてる部分をフォーカスしがちなんですけど、意外と体の下を流れるお水っていうのは、毛伸びじゃないですね。すいません。伸びてるとき、ストレッチした状態では結構大事なので、ここの、今、ポイント当ててますね。ここがまっすぐですかっていうのを、日々の練習でやっていただければと思います。まあ、自分でちょっと設定するのって難しいは難しいので、まあ、友人に見てもらうだったりとか、コーチから真横から見てもらって、横からこう見た時に手がこうまっすぐ、体に対してまっすぐになっていますかっていうのをちょっと確認していただけると良いかなと思います。私がこれを泳いでる時は、なんていうんですかね、手が常に視界に入っているんですよ。で、僕の泳ぎっていうのはちょっと頭を、よく言われてることよりは多分頭を上げて泳ぐクロールを推奨しているので、ちょっと頭を上げて、目線が指先に届くかなっていうぐらい前向いてあげると、手の位置を一回一回確認しながら泳げるので、だいたいその位置が体の一番下がフラットになるようなとこなので、そこちょっと意識していただくといいかなと思います。あとはローリングしてる人だったりすると、なかなかうまくいかないっていうのは、肩の先に手がないと反対の肩って上がらないので、手を下げてあげることで反対の肩が上がりやすくなってローリングしやすくなったりするので、それも良いかなと思うので、ぜひ皆さんね、今日ここちょっと一緒に動画止めながら、やらせていただいたので、これちょっと参考にしていただければと思います。ということでですね、最後もう一回ループあると思うんで、ちょっと一緒に見ていきましょうか。はい。もう一回いきますね。はい、スタートします。はい。フォリュームラインにして、伸びたとき、まずここですよね。その後、はい、もう一回いきます。反対の手、ここ。で、この時の手の伸ばし方については、またちょっと別でお話ししますので、今日気になった方いると思うんですけど、小指下の方が伸びやすいので、ちょっとそこもまた詳しく説明できればと思っています。はい。ここですね。この姿勢。はい。この姿勢。もうちょっと足が下でもいいかなと思うんですけどね。自分の泳ぎを見てる。ここです。はい。後ろでくるくる回ってる方いると思うんで、そこにね、目が行ってしまうと思うんですが、一生懸命私の姿勢を見ていただければと思います。そう。ここの姿勢。この時に目線から指がこう見えるような感じ。で、視界だと二の腕からここの手まで見えるかなっていう感じがベストですね。はい。ではもう一回いきます。はい。壁を蹴りますと。はい。はい。私の姿勢見てくださいね。そうです。はい。はい。はい。ここです。ちょっと見づらいですかね。ここ。最大にストレッチしたときはこういう姿勢。こういう姿勢。ここ。これが、今日の皆さんにお伝えしたかったことですので、またちょっとこういう形で映像でレッスンしていくみたいな感じでもいいのかなと思うので、もしね、なんかこの方がいいですとか、いや、前の方がいいですとかって、あれば、お声いただければ私も嬉しいですから。はい。それでは映像を戻します。はい。いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっとやり方を変えてみたんですけど、これも賛否あると思いますし、なんか、コメントなんかで、この方がいいとかって、なんかこの形でもどうですかみたいな意見あれば、皆さんと共に成長していきたいなと思っていますし、あともう一つは、なんか皆さんにね、この方がいいですよ、あの方がいいですよ、この方が成長しますよと言っときながら、自分がなんか全然ブラッシュアップできてないって僕はどうかなと思うので、一緒にね、この配信っていうことは一緒にちょっと精進しながら、日々努力して、より良いものを皆さんにお届けできればと思ってますし、やっぱり楽しんでいただきたいなと、この見てる時間を私は皆さんからね、皆さんの時間を私は使って、
使わせていただいてるっていう感じなので、よりね、その時間が有意義になればと僕は思っていますから、皆さんと一緒にブラッシュアップしていければと思います。なのでね、チャンネル登録していただけると私も嬉しいですし、励みになりますから、ぜひね、高評価だったりとかお願いできればと思います。ということでね、次回もこういう感じでお届けできればと思っていますので、またね、楽しいものを、より見やすいものをと、精進してやってまいりますので、ぜひ皆さん温かい目で、見てください。ということで、ありがとうございました。